はいちごのショートケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はいちごのショートケーキを作りたいと思います。今回はですね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスケーキの定番、いちごのショートケーキを作っていきたいと思います。スポンジケーキを上手に作るコツや生クリームの塗り方などいろいろご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジケーキの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、お砂糖、牛乳、無塩バター、こちらの5つの材料でスポンジケーキを作っていきます。今回お砂糖は白砂糖を使っていきます。白砂糖を使っていただくととてもしっとりとした食感に仕上がります。続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、生クリーム、お砂糖、こちらの3つの材料でトッピングしていきます。今回生クリームは白砂糖で本当にベーシックな感じで仕上げていきます。こちら練乳などで代用していただいても OK です。練乳を使う場合はだいたい 50g を目安に入れてみてください。甘さはお好みで調整していただけたらと思います。そして今回はこちら 15cm の丸いケーキ型を使っていきます。こちら底がついたタイプのケーキ型です。底の部分に丸くくり抜いたオーブンシートまたはクッキングシートを敷いて、この周りには細長く切ったクッキングシートまたはオーブンシートをこのように敷いておきましょう。こちらはですね、生地を作る前にあらかじめ準備しておいてください。では早速スポンジケーキから作っていきます。まずですね、このバターと牛乳を電子レンジで温めます。耐熱の器にバターを入れて、そこに牛乳を入れます。この状態で電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたら一度よく混ぜましょう。でまだね、こうやってバターの塊があるのでそれを溶かします。このバターの温度とか牛乳の温度でも適正な加熱温度が変わるので様子を見ながら調整してください。でこのように綺麗に溶ければ OK です。このバターと牛乳は一度このまま粗熱を取っておきましょう。はい、続いて卵を泡立てていきます。今回卵は全卵で泡立てていきます。なのでまずボウルにね、卵を2つそのまま割り入れましょう。はい、まずハンドミキサーでざっと卵を溶きほぐします。はい、こんな感じで軽く溶きほぐせれば OK です。でそしたらここにお砂糖を一度に加えて、この羽を使ってざっと混ぜます。こんな感じです。あとはですね、こちら湯煎に当てながら泡立っていきます。60度前後のお湯をボウルに張っていただいて、こちらの卵液を置きます。で今から泡立てていくんですが、このタイミングでオーブンを160度に予熱し始めてください。それではこちらをまず高速で3分泡立てます。はい、今3分泡立てました。そうするとチュンと角が立ってすぐ折れて角が消えるぐらいですね。このぐらいふわっとするまでまず泡立ててください。でそしたらですね、一度湯煎から外します。で今ね、見ていただくと大きいね、こういったプツプツっとした気泡ができてます。これを全体的にきめの細かい仕上がりにしていきます。こちらをハンドミキサーの低速で2分しっかりと泡立てていきます。はい、OK です。そうするとこのようにものすごくきめがとても細かくなってツヤが出てきます。このぐらいのふわっとした感じに仕上がります。続いてここに薄力粉をふるって加えます。必ずね、ふるって加えるようにしてください。そうしましたらゴムベラに持ち替えてふわっとね、混ぜていきます。そこから生地をこうすくい上げるようにですね、ゴムベラをくるっとね返しながら混ぜていきましょう。でこの時に混ぜ足りないと、この薄力粉のダマがね、焼き終わった後に生地の表に出てきてしまったりするので、ダマがなくなるようにふわっとかつしっかりめに混ぜていきましょう。でそうするとね、こうだんだん粘り気が出てきます。はい、こんな感じ。小麦粉のダマダマもなくなってしっかりと混ざれば OK です。でこのようにねっと
ろりとした生地に仕上がります。先ほどよりもこう粘度が増した感じですね。このぐらいの硬さになります。では最後にこちら牛乳とバターを混ぜていきます。混ぜる前にねしっかりと混ぜてください。でこの時にもしバターと牛乳が冷え冷えの状態になってたら人肌程度ぐらいになるまで一度温めてください。しっかり混ぜたら加えます。この2つを加えると泡が潰れやすくなるので素早く混ぜてください。この時もふわっと混ぜましょう。このように全体的によく混ざれば OK です。スポンジ生地はこれで OK です。それでは用意しておいたこちらの型に生地を流し込みます。でそしたら少し高いところから 2,3 回落とします。であとは竹串で何周かぐるぐるぐるっと回しましょう。そうすることで大きい泡を潰すことができるのと、あと表面を慣らすことができます。それではこちらを160度に予熱したオーブンで25分から30分焼いていきます。はい、焼き上がりました。そしたら高いところから落とします。3回ほど落としてください。そうすると熱い蒸気が一気に抜けてこれ以上ねしぼまなくなります。でこのスポンジケーキの場合はすぐ型から取り出してください。このまま型に入れておくとこれもですねスポンジがしぼむ原因になりますので、ちょっと熱いんですけどやけどしないようにまな板にクッキングシートを敷いてこれを裏返しておきます。よいしょ。型を外します。シュッと。今度はねケーキクーラーを用意していただいてこれを逆さにして粗熱を取っていきます。下の方がねこうギュッと生地が詰まっているのでさらにギュッと締まってしまわないように逆さにして冷ましていただくと全体的にね生地がふわっとした仕上がりになります。それではこのまま一旦粗熱を取ります。ではですね粗熱が取れたのでオーブンシートを剥がします。表面がねちょっと取れちゃったんですけどこの部分をね削れちゃっても大丈夫です。まずオーブンシートを剥がします。ペリペリペリーとまず側面の部分を剥がします。であとは逆さにしてペロペロペローっと剥がします。でこれはですね一旦使うまで冷蔵庫で冷ましておきます。で冷ます時はポリ袋に乾燥しないように入れていただいて軽くね口を縛ってこのようにして冷蔵庫で冷ますかまたはお皿の上に乗せてふわっとラップをして冷ましていただいても OK です。それではこのまま一旦冷ましておきます。では続いて生クリームを泡立てていきます。まず氷水を用意していただいてその上にボウルを置きます。で生クリームを泡立てる時は必ず氷水に当てながら泡立てるようにしてください。ここにまず生クリームです。そしてお砂糖を加えます。このお砂糖の量に関してはお好みで変えていただいて OK です。ショートケーキの生クリームを作る時は結構ね柔らかめに作っていきます。なのでまずね6分立てぐらいまで泡立てます。今ねチューンと軽く角が立つぐらいですね。このぐらいまでまずハンドミキサーで泡立てます。この後は手動のホイッパーに持ち替えて泡立てていきます。でこれで硬さを少しずつね調整していきます。どうしてもねハンドミキサーだと泡立てすぎてしまったりするのである程度混ぜたら手動で混ぜていきましょう。このぐらいかな。だいたいこのぐらいスッと泡立て器で持ち上げられるぐらいこの泡立てたクリームがねピュッとお辞儀するぐらいですね。このぐらいの硬さにしてください。で混ぜた時もあんまりこう混ぜた時の筋が出ないぐらいですね。このぐらいの硬さにしてください。はい。でこれ以上やっちゃうとちょっとボソボソっとした感じになっちゃうので注意してください。続いていちごを切っていきます。いちごはですね半分にカットしたものを敷き詰めていきたいと思います。だいたいね6粒から7粒ぐらいでいいかなと思います。いちごの大きさによって変わってくるので様子を見ながら切ってみてください。ヘタをまず切り落とします。であとはね半分に切りましょう。でこちらも同じように切っていきます。はい、中に入れるいちごはこのようにカットしておいてください。残りのいちごはね最後上にトッピングで使いたいと思います。それではスポンジケーキをスライスしていきます。今回はねスライスする時にこちらの割り箸を使います。割り箸4本をこのように重ねて両端セロハンテープで留めてください。約3センチの高さになります。これを両端に置いてください。このようにしっかりとセロハンテープを留めていただくととても切りやすくなると思います。それでは切っていきます。割り箸の上に刃を置いてあとは切るだけです。はい、切りました。そしたら
溶かせてこんな感じでは、残りのこちらもですね同じように3センチ幅に切ります。はい、で今回この上の部分は使用しないので、このまま召し上がっていただくか、あとはね生クリームなどつけて召し上がってください。それでは盛り付けていきたいと思います。今回私はねこういったね回転台を使ってやっていきます。でもしない場合は一番下に濡れ拭きを置いていただいて、同じ大きさのお皿を2枚置いて、上の部分だけこうくるくるくるって回すと簡易的な回転台になるので、もし回転台がない場合はそういった形でやっていただくといいかなと思います。ではね塗っていきたいと思います。まずですねこちらスポンジケーキ一番底の部分ですね、これをまず真ん中に置いていただいて、こちらホイップですねのせます。でこれを広げましょう。はい、こんな感じで広げます。そしたらここに先ほどね切ったいちごを並べていきます。はい、こんな感じで並べました。でねこの真ん中にもね本当は置きたいところなんですけど、真ん中に置くとちょっと切りづらいので今回周りだけにしておきます。そしたらこの上にまたねホイップをのせます。でこれを伸ばします。いちごといちごの間をねこの時に全部埋めなくても大丈夫です。後で補正します。ちょっとうっすらこのいちごのね背の部分が見えるぐらいで OK です。はい、こんな感じで OK です。でそしたらこのスポンジケーキをまたのせます。よいしょ。で軽く手で押さえます。そしたらですねまた上にクリームをのせます。で表面をね伸ばして、最初はざっとで大丈夫です。上に乗せていただいたら、そしたらね今度はこのねいちごといちごの隙間、ここあると思うんですけど、この間の部分にクリームを埋めていきます。先っちょにこのぐらいすくっていただいて、この隙間にね埋めます。むにゅっとこんな感じで、あとはこれを埋めていくようにヒュッとこのように埋めます。で次もまたすくっていただいて、また穴に入れて、でちょっとねこうクリームを置いた手前ぐらいからスーッと埋め込みます。これで一周させましょう。はい、こんな感じでまずこの真ん中の隙間をね全部埋めてください。こんな感じですね。でそしたら続いてこのぐらいナイフにクリームを取っていただいて、下からこうやってくっつけます。ケーキにナイフを添えていただいて、くるーっと均一になるように塗っていきます。でちょっと薄いかなと思った時はもう一度同じ感じでスッとクリームをつけて、でまたスーッとこのようにどんどんやっていきます。クリームつけてスーッと、最初はねざっとで大丈夫です。まずこの全体をクリームで覆ってください。そしたらですねこのナイフを優しく当ててください。あと回転台をくるくるっと回転させていきます。はい、こんな感じで一周ぐるぐるぐるっと綺麗にしました。この上の部分ですね、ここはこのボコってなってる部分があると思うんですけど、これを中央に向かって鳴らしていきます。よいしょ、こんな感じ。よいしょ。はい、このように表面も鳴らします。こんな感じです。表面はねここにクリームをのせていくので、そこまで几帳面にやんなくてもいいかなと思います。ではねお皿に移動させたいと思います。ナイフをですねケーキの下に入れ込みます。スッとね、で少し持ち上げて、でこの上がったところに手を添えて、でちょっとナイフをずらします。でこのままお皿の方へ、ちょっとごめんなさい画角が見えないかもしれないんですがずらします。で手を取ってナイフを取ります。はい、このようにずらしました。そうすると綺麗にずれます。ではね残ったこちらの生クリーム、これは最後ねホイップで絞っていくのでちょっと固めにします。はい、このぐらいかな。さっきよりもポテッとした感じ、このぐらいになれば OK です。で今回はこちらの口金を使っていきます。これはお好みのものを使用してください。口金をセットします。はい、このようにセットしてください。縦長の容器にセットして生クリームを入れていきます。はい、生クリームの準備はこれで OK です。ではね生クリームを周りにね絞っていきたいと思います。こんな感じでね絞っていきます。周りにこんな感じで絞りました。それでは最後いちごをのせていきます。で
で最後このちょっと開けたところにこちらクリスマスの飾りをね乗せたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでいかがでしょうか。これで完成です。はい、これでショートケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように美味しそうに仕上がりました。ではね、ちょっと最後クリスマスっぽく粉糖をかけたいと思います。これはお好みで OK です。それでは切りたいと思います。はい、断面はこんな感じです。それでは早速いただきたいと思います。わ、美味しそう。スポンジもふわふわです。いただきます。スポンジがすっごくしっとりして美味しいですね。いちごいただきます。やっぱりね、ケーキといえばショートケーキですね。このクリームの甘さといちごの甘酸っぱさと最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のショートケーキのポイントです。まずスポンジを作る時のポイントなんですけれども、卵にお砂糖を加えたらすぐね、混ぜるようにしてください。ここですぐ混ぜていただかないと砂糖が卵の水分を吸ってしまってちょっとね、塊ができてしまいます。今回はハンドミキサーの高速で3分泡立てて、その後低速で2分泡立てました。そうすることでとてもきめの細かい綺麗な生地に仕上がります。薄力粉を加えたらダマができないようにふわっとしっかりめに混ぜるようにしてください。ここで混ぜ足りないと生地の中に薄力粉の塊ができてしまったりとか、逆に混ぜすぎてしまうと今度膨らみにくくなってしまいますので、今回私がお見せしたぐらいを目安に混ぜるようにしてください。その後温めた牛乳とバターを入れるんですけれども、油分と水分を加えると泡が潰れやすくなるので、その後は素早く作業するようにしてください。そしてスポンジケーキが焼き上がったら高いところから 2,3 回落として熱い空気を素早く逃してください。そうすると熱い蒸気が一気に抜けてしぼまなくなります。粗熱を取るときは逆さまにして粗熱を取っていただくと生地が均一にふわっとした仕上がりになります。で、スポンジケーキを切る時のポイントなんですけれども、今回はですね、だいたい3センチの高さになるように割り箸を4本くっつけたものを前後に置いて、間にスポンジケーキを置いてナイフでスッと切りました。そうすることで同じ厚さに切ることができます。ぜひこちらの方法でやってみてください。そして生クリームを塗る時のポイントです。生クリームを塗る時なんですけれども、まず生クリームはすくい上げれるぐらいの柔らかさに仕上げてください。そうすることで生クリームを塗りやすく仕上がりも綺麗になります。生クリームを塗るときはまず表面に生クリームを適当に塗っていただいて、このいちごと生クリームの間を埋めるように生クリームをね詰めていってください。で、あとは少しずつ生クリームを足しながら側面を綺麗にしていただけたらと思います。前回ね、私のチャンネルで材料3つで作れるスポンジケーキのレシピもご紹介しているので、そちらのスポンジで作っていただいても OK です。デコレーションもいろいろ楽しめると思います。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はいちごのショートケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。